次は電気っていうのが、まあ、悩んだ結果前から候補に上がってたこれダクトレール、なんかお店とかちょっとおしゃれなお家とかにあるやつ、天井になレールがついとって、そこにスポットライトがちょんちょんちょんってついてるあれな。そう、それをこのカーブに合わせてこうつけてみて、でスポットライトがあったらどうなんかなーって思って、これももしかしてつけてダサかったらポツやめようってなるかもしれへんけど、まあ、こういうこれ上向いたりなんかできるし、そうっていうので、まあいろんなパーツを Amazon で買って、昨日おとついの昼前頼んで昨日全部届いたのね、素晴らしい Amazon で、これレール、まあ、1メートルとか2メートルとか3メートルとかメーター単位で売ってんねんけど、それやったらここが長すぎるから、まあ、ちょうどいいサイズにタクが切断してきてくれて、で今から組んでいくって感じ。はい、これどうなるか気になる。まあ、白と黒あったけど、とりあえず白で買ってみたけど、気に食わんかったら黒に塗ればいいみたいな感じで、あとはちょっと大きさが気になるけど、何しか 12V っていうことをがネックやな。 12V で LED ってなると、そう車の電気と家庭用電気っていうのが違ってて、車用は 12V で家が 110V 100V かで、ソーラー上に積んでんねんけど、ここで使おうとしたらそれをインバーターっていうのを使って、せっかく発電した電気をまたインバーターを使って、インバーターを使うためにまた電力がいるから、なんていうんやろ、消費電力が無駄に増えちゃう。そうね、効率が悪いね。そうだから 12V の電流をどうしても使いたい、伝わるか分からんけど、分かる人には分かるとにもかくにも電気がシビアやから、そう選択肢が少なくて、そうねってなった結果この大きいのしかない。本当はもっとちっちゃくていい感じのやったら、ここにちょんってついてたら可愛くなるっていうなんか確信があんねんけど、まあちょっとな一番ちっちゃいやつがこれやねん。今はな、だからどうなるんやろうって結構なんか存在感出しちゃってさ、変になるんかなって不安もあるけど、やってみます。やっちゃおう。このダクトレール、ライティングレールをつけるにあたって、ここの分に電線配線引っ張ってこなあかんってことやから、セットアップ完了しました。まあ複雑なことはないもんね。でこれを今からここにセットしていくねんけど、どこら辺にしようかっていうのをね、今場所決め中やな。でこれ自体にはこのビス開ける、差し込むわな。もともとついてるから、そこで調整していきます。ほい、つけていきます。ほい。ここにビスが来てほしい。こんな感じ。あ、何？ちょうど近すぎて伝わらない。電気つけたいね、つけたいけど今明るいからあんまりわからんか。ちょっと照らす角度がどこにしたら一番いい感じになるか、頭の邪魔でもなくて明るさもちゃんと、十分にあってっていうところを探したいね。どう？見た目はでかい。やっぱり最初つける前からでかいやろうなと思ってた。そのままやっぱりでかいなっていう。前と比べてとかさ。前と比べたら断然いいし。よし、じゃあもう一個もつけようかね。
ライトの選択肢がほんまにもっと欲しいよな。なんで12ボルトの電球をもっと作れへんねやろ。車とか船しか使えへんから、ネットショッピングとかも充実してな、こんなに選択肢あるのに、私らの選択肢って実際1個や数えるほどしかないや。ほんまに 2,3 個やな、電球に関しては。マジでとにかく少ないということ楽しい。車やからってイメチェンできひんわけじゃないからさ。ライトもそうやし、こういう椅子とかもそうやし、気分で変えていこう。はい、やりました。はい、ではこれを装着。なんかずれてんな。俺はこんな角度すると思ったけど。なるほど。まあいいじゃん。大丈夫大丈夫。つけちゃうで。じゃあこれを4箇所につけてみましょう。でもう一つ宿題が残ってて、そう昨日この線をね、ボディを通してんけど裏から、それな。この線たちを見えへんところにこうやってこう全部天井を剥がして中に入れていきます。私それするわ。はーい。オッケー、配線隠せと。だからこの今線が、これがずっとこのボディの中をこう通ってで、バッテリーの方につながるっていう、こういう感じでね。でこのスイッチでオンオフができる。おー、ついにここまで来たね。はい、じゃあ完成です。ちょっと今明るいから分からへんけど、でも前と比べたら全然いい。ちょっとやっぱ大きさとかは気になるけど、ちょっとこれで一旦しばらくは行ってみようかなっていうことで、お疲れ様でした。いいやんこれ、普通に気に入ったわ。やばいね、安いわけや。こんなことある？相手やん。どうなってんの？よーし、完成。完成。どう、見違えた？